袁愛ことめぐみさんです。欢迎来到我的小房間。ご主人とはどこで出会われたんですか？なんと待ち込んで、君を考えると眠れないみたいなことを否定するわけでもなく、ただってちゃんと聞いてくれて、あ、本当になんかこう心が持っていかれました。その日中婚してるお友達がね、数少ないんだけれども何組か周りにいて、でいろいろね、その中国人女性からのそのなんか主張で言うと、まずはその義両親の関係が距離がすごい遠くて冷たいみたいなのも感じるっていう意見も中にはで、もちろん上海人のご主人だから、近くに住んでたら、その実際その、いて心強かったなとか、サポート面でなんかそのびっくりしたこととかって実際あったのかなっていうのを聞いてみたかったんだよね。日本と中国で結構近くて、アジア人同士で文化も近いんですけど、やっぱりこの家族の在り方がなんか中国はもうすごい結構密だなっていうのは感じて、結婚して世帯が別になったら日本だと冷蔵庫を開ける時も、うちの母とかだったら冷蔵庫もしも開ける場合だったら「ちょっとごめん開けるね」って一言あるんですけど、彼のお母さんがうちに来た時にいきなりこう冷蔵庫カパッて開けた時は「はっ冷蔵庫!」でもすごく私今なんからしいエピソードを教えてもらったなと思って、恥ずかしいんだよね。その見せる準備ができてない場所の時に開けられるのが多分恥ずかしいっていうのもあるよね。日本だと同居する時のうまくいくそのためのその秘訣として冷蔵庫2台買うっていうのは日本だと言われることじゃない？だから冷蔵庫が一緒だと多分なんかそのぶつかる原因になる可能性があるから、多分キッチンを分けるとか分けるとか、せめて冷蔵庫だけでも別々のを持つっていうのって実はなんか日本だとそのお姑さんとの関係を保つためのコツって言われるくらい、なんか日本だとあるあるかもしれないよね。その冷蔵庫を見て、なんで冷蔵庫をまず見てるんだろうっていうふうに最初に疑問に思って、チェックされてるって私はすごい思ったんですよ。日本人的になんか何が入ってるのみたいな。でも実は違って、何の食材を使ってて何の食材が今ないのかっていうのを見てもらってて、でその次の週にちゃんとそのない食材を持ってきてくれるんですよね。優しい。でそれでなんかそのお肉がなかったらお肉、卵がなかったら卵、野菜がだいぶなくなってきたなって思ったら野菜とか、あとなんか調味料とか、そのお母さんがつけてくれた漬物とかもないねみたいな感じで持ってきてくれてたんで、そういうことだったんだと思って。全然じゃあ嫌なことじゃないってことね。そうです。良かれと思ってやってそう、良かれと思ってやってくれたんでっていうのがすごい分かって、で私も子供を産んでから買い物に行く暇もなかったので、それはすごいありがたかったし、なんかもっと素直に甘えればよかったなって思いました。なんか本当の娘以上にこう私のことをすごい大事にしてくれてるなっていうのがやっぱり分かって、でお母さんもお母さんなりにすごい気を使ってくれてたんだなっていうのがこの日本に帰ってきてからで離れるとね、また違った見方になるから。そうか、分かりました。出産をね上海で経験された方なんですけど、なんかそのエピソードも私もう一回聞きたいなと思っていて、義理のご両親の方が自分の体気遣ってくれたみたいなことがあったっていう話を教えてもらったんですけど。すごい、めちゃめちゃ気を使ってくれて、もうとにかく中国では産婦人科に妊婦一人で行くことがまずもうありえない、やっぱり夫が仕事をしてる時だと私一人で行かなきゃいけないので、義理のそのお父さんお母さんで、お母さんが行けない時はお父さんと私、普通日本だったら義理のお父さんがそのお嫁さんと行くことなんて多分ありえない、聞いたことないないですよね。でもだったら多分一人で行くんですよ。でもやっぱり一人じゃ行かせれない。私はその時に一人で行けますって言ったんですけど、いやもう一人で行かせれないみたいな感じで、そのお母さんと行く時はなんかそういうふうに手をこうやってつないでくれるんですね、お母さんが。
可愛いんだけど階段とか大丈夫って手をつないでくれて、でさすがにお父さんは私の手はつなげないつなげないので、でもすごい気を使ってなんか階段だよみたいな感じでこうちょっと支える感じ、支えてくれる感じでやってくれて、あすごいなんか大事にしてくれてるなって思って、でその話をうちの私の母にしたら、本当になんかいいところに嫁いだねって言ってなんか安心してたので、まあそれはすごいありがたかったです。今でこそさ、私も長く中国語でやってて住んでて、なんかそういうもんっていう風になってるから何も思わないけれども、なんか結構私のそのチャンネルだったりすると、中国人男性と結婚の予定があります、心の準備はどういうことをすればよろしいでしょうかみたいなことも聞かれるんだけど、そういうなんだろう、日本とはカルチャーが違う心の距離感っていうか、その家族のつながりっていうのは一つのトピックなのかなと思うんですよね。一番最初にもう、お母さんに私はこれが嫌っていうのを言ったら絶対やめてくれると思うので、それ以外はもうとにかく実のお母さん以上に甘えると、多分それ以上にこうよくしてくれるというか、嬉しいのかな、多分甘えるのは。嬉しい。こっちが変な壁をとにかく作らないのが一番かなって思います。だそうです。これから国際結婚、日中カップル、日中婚を予定されてる方はぜひご参考にっていうのと、私もしようって思います。別に私はね日中カップルとかではないけれども、女友達もさすごい仲いいじゃん。腕とか組んで歩くじゃん。恥ずかしくてさ、確かにってなっちゃうんだけど、でもなんかいいんだよね、楽しめばさ。そうなんです。振り返ってみると中国こうだったなとか、子育てのところでなんか感じる差はありますか？めちゃめちゃあって、中国はなんか社会全体で子供を育てていこうっていうのがものすごい本当に、でもお年寄りからもう若い子もうそれこそなんか子供なんか小学生の子供まで赤ちゃんがいたら赤ちゃんだみたいな、妊婦さんがいたら妊婦さんだ大切にしようねみたいな雰囲気だったのに、やっぱり日本に来たらもう満員電車の時に子供と一緒に乗ろうもんならもうなんで乗ってくるのみたいな感じのすごい目で見られて、やっぱりそのタクシーがどうしても捕まらなかったり、そこまで行くには電車の方が早いとか、いろいろな条件でやっぱどうしても乗らなきゃいけない時とかってあったんですけど、その時にすごいそういう目線を感じました。すごいね。私帰ってきて今ちょうど半年ぐらいなんだけれども、いやついにうるさいって言われちゃった。いやなんかついに言われたと思って、社会の目で見てるっていうのはすごく本当に分かりやすく言ってくれたなと思っていて、でも逆にさ中国にいた時さ、私があるあるで思うのは靴下言われたねえ、これはね多分私たちは言いたい。靴下夏はささしいと思う言われたなんか本当に炎天下、本当にもう炎天下の時にいきなりこうおばあちゃんとかすれ違ったら靴下なんで履かせてないのってめっちゃ言われて、いやでもすごい暑いみたいな感じで、私一時期もう言われたくないから靴下履かせてました。ほらそうなんですよ。薄いレースの薄いレースのをとりあえず履かせてますよって、わざわざ買って、すごいナイチャーが流行ってたじゃない。でナイチャーを多分バスに乗る前に買って乗って、で遊ばせるのにストローを持たせといたんだよね、子供に。まだね子供が多分2歳代ぐらいで、そしたら落としたストローをね息子が多分拾って口に入れようとしたっていう子、もう全員落ちたぞみたいな言われたことある。すごい入ってるからみたいな、だから見守らなきゃっていう風になんか多分思ってんのかな。だからね子連れが乗ってきたらなんか意識のどっかでなんか見てんだなっていうか、確かにすごかったな今も。まあね当たり前よ、地面に落としたストローなんか口に入れるのはね、いや絶対にやめましょうなんだけど、それだけやっぱり見守ってくれてるって思うと、こっちもすごい安心して子供となんかどこでも出かけれる。なんかその日本じゃありえないようなちょっとシーンとしたレストランとかも全然中国はもうウェルカムな感じで。わかります。すごいなんかだから本当にどこ行っても
もこっちね行く店変わらなかっうた。めちゃめちゃ変わって寂しい。もう私本当にねガスとか米田しか行ってないよ。あとベビーカーをやっぱり嫌うお店もあってちょっとなんか子供連れてますベビーカーがありますってなるとなんかちょっと店員さんの表情が曇るというか置く場所ないなじゃないけど、置く場所ないみたいな通路入れないなみたいな、中国だったら全然どかすよみたいな感じで、なんだろう日本社会をすごく表してるなって思ったっていうか。余裕がない寛容さがない。日本人って結構もう生まれた時から豊かじゃないですか。まあそうね、我々の時代はもう、ではっきり言って30年前と今ってあんまり変わらないですよね。だから悪く言うと頑張ろうっていう気が起きないんですよね。普通に生活できればいい、もう欲望がない、この生活を維持できればいいっていうのがあるんですけど、やっぱ中国の人はすごい向上心があって、もう女性男性関係なくもうどんどん頑張って自分を高めていこうっていうのがすごいあって、で今この世界の経済とか、日本の経済とかやっぱり衰退してるので、彼はこのままじゃいけないってすごい言ってくるんですね。でも私は本当に全然そうみたいな感じでって感じだったんですけど、危機感を感じるというか、もっと頑張らなきゃいけないなっていうなんか考えになりました。今まではそういうのが全くなかったんですけど、だからすごいそういう中国の方の向上心っていうのはめちゃめちゃいいところ。中国語をねもう20年とかやってても20年そっか。だからね言葉じゃないんだなって最近すごい思うんですよね。私中国語ね普通に話しますが、もちろん母語ではないので完璧ではないし、で私の中国語の至らぬところっていうのを指摘してくれる人も多いんだけど、でもなんかその完璧な中国語を喋ると中国人と誰とでもうまくやれるかっていうのは多分全然別物で、ご家族ともそのペラペラに話してる感じでもないだろうから、全然なんかだから勉強しなきゃいけないなって。言葉ができないっていうのはなんか理由にならないんだなっていうのをめぐみさんの話を聞いてるとすごく感じる。なんかその理解しようという気持ちとかおおらかさとか環境に飛び込むっていうなんだ心の余裕の方がなんだかその日中婚にはすごく日中婚だけじゃないですよね。その国際結婚っていうものには一つのその秘訣になるのかなっていうのを改めてありがとうございました。ありがとうございました。面白い話をたくさんいただきました。いっぱいなんか緊張して。全然緊張最後大丈夫でしたよね。本当に。觉得好看的话，大家别忘了给我点赞并关注一下哦。那么今天的视频到此结束，到下期视频见吧，拜拜。